こんにちは。皆さんいつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画では私のロケの選び方について話したいと思います。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。では今から始めます。OK。 では撮影をしている時に撮影行く時にどういうロケを選んでいるかというと、簡単に言えばロケはどこでもいいんです。どこでもロケになります。今日の動画は以上です。ありがとうございました。いや、そんな簡単には終わらないです。もちろんロケは確かにどこでもいいんです。どこでも絵になる、どこでも映画を作れると思うんですけど、実際にこだわろうと思えばどういうところでこだわるかを今から少し話します。まずどういうふうにロケを探しているか、そしてロケハンに行くかどうかよく聞かれるんですけど、実はロケハンには基本的に行かない。でもしロケハン行く余裕があれば多分普通にも撮影してしまいます。ロケハンをする余裕があればもう普通にモデルと一緒に行って実際に撮影してしまった方がいいんじゃないかなと私が思います。だからロケハンは基本的にいらない。ロケハンをする唯一の私の時間は、例えば真夜中にもし終電とかを逃したら結局朝までやることないのでその時は結局ロケハンをする時間が余裕にあるので、その数時間のロケハンをするために使ったりします。そしてロケハンは日常生活で常にやってます。常にいろんな場所を移動したりしてますよね。いろんな、例えば電車乗ってポイント A からポイント B まで移動して、大阪から京都まで移動しながら電車から普通にいろんな風景が見えます。普通にいろんな風景が見えては、ここは多分こういう撮影では使えそう、こういう撮影では絶対ここで撮影した方が面白いとか、毎日日常生活では普通に目の前に出てます。だから普通に移動している時には結局どういう風景が目の前にあるかを常に意識した方がいいと思います。なのでロケハンは基本的に行かないです。そして日常生活でどういう風景に触れ合うかによってそれですごく面白いロケを見つけることがよくあります。次は実際にロケの選び方のポイントの方に来ます。で、まずポートレートを撮影しているので、つまりポートレートを撮影している時になるべく写真を見てる人の目を被写体の方に行ってほしい。だからなるべく見てる人の目が被写体の方に行けるようにシンプルなロケが欲しいです。なるべく撮影している時にはシンプルな背景を作れるロケがあると一番いいです。そしていらないものがない場所を、いらない被写体とは全く関係ないいらないものがない背景を選ぶのが多いです。だからどんな場所でも結局なるべくいつもその場所を見てる時には自分が撮影しているレンズの目から見ようとしている。例えばもし 135mm で撮影してるんであれば、だいたい 135mm がどういうアングルになってるかは常に見てます。これぐらいをやると結局これは 135mm なのかはよく分かってます。だから実際にロケを選んでいる時には 135mm の目で見てます。ロケを選んでいる時に、もし 24mm で撮る時はもっと全体的な感じで見てます。でそしてその全体的な絵とか 135mm の価格が実際にシンプルな感じになっているかを判断した上でその場所をロケにします。例えば今この感じで結局 200mm で撮影してて、 200mm ですごく後ろがシンプルになって、そして自分が被写体として浮き上がることができるので、今この場所を動画撮影で選んだ理由です。で例えば今この場所でも周りを見たりすると、実際にどこでシンプルになっているかを意識した上でここで決める、ここで撮るかとかを決めたりしています。選んでいる時に第一のルールは、まずそのロケがシンプルになっているかどうか。シンプルだったら実際にそこに被写体がいたら見てる人の目が被写体の方に行きます。そしてもう一つポートレートロケを選ぶ条件が、ロケには何かラインとかがあること、綺麗なラインとかがあることによって、そのラインを使ってまた被写体の方に、見てる人の目がまた被写体の方に誘導されます。例えば今このロケではこの橋のラインが結局綺麗な構図のラインになっているので、すごく使いやすいです。そして撮影している時には私がいつも一番明るいところはなるべく被写体にしたいです。なのでロケを選ぶ時には
例えばもしストロボを使わなければロケを選ぶときには背景を少し暗くなって、そして今この状況も同じこと言えるんですけど、背景が少し暗くて、そして光が被写体の方にちゃんと入って、被写体が一番この絵に明るいものになってます。なので見てる人の目がすぐ被写体の方に行ってます。もし何か違うもっと明るいところがあれば、結局、人間の目は自然に写真の一番明るいところに行ってしまうので、被写体が少し負ける可能性があります。そしてロケを選ぶときにはどういうタイプのロケを選ぶか、例えば自然で撮りたいのか、街の中で撮りたいのか、ちょっと混ざった感じの場所で撮りたいのかはまたそれぞれのどういう写真を撮りたいかにもよります。で、普通に先ほど言った通り、日常普通に移動している時には街の中を移動することもよくあるし、自然の中を移動することもよくあります。でもう一つはロケを選ぶ基準の一つが、撮る被写体をどういうふうにそのロケとつなげたいか、どういうふうに背景とつなげたいか、もっと現代的な街の中の背景でつなげたいのか、それかもう普通にすごく綺麗な自然な青空とか森の中とかでつなげたいのか、それぞれによってまた撮りたいイメージが変わります。自然で撮る時には、どういう自然を選ぶか、静かにすごく綺麗な静かな自然なところも普通にいい撮影スポットになると思うんですけど、よく私の場合ではみんなが撮ろうとしない場所を探したりしてます。撮ろうとしない状況を探したりしてます。つまりもう少し静かな自然な感じじゃなくて、何か異常がある時、何か普段避けようとしている、普段絶対避けるような状況を自分が探すことがよくあります。例えば雨が降った時には、雨が降ったら機材濡れたら嫌とか、自分が濡れたら嫌とかってなるのが自然です。それが当たり前だと思うんですけど、それが当たり前だからこそ、やる人がもしそれをやるならきっと他の人と違うものが作れるので、ある意味いい写真撮れるチャンスとして見えます。なので雨が降ったとか、ちょっと見た目がちょっと危険な自然なところとか、危険な岩場とかは結局そこでしか撮れない写真があるので、それを私からしたらきっとロケとして使いたいです。それか極端に言えば台風が来たとか、結局もうすごい嵐が来たとか、それも一つのロケの選び方の条件になってます。その時にしか撮れない写真があります。そしてそこに撮ろうとする人はすごく少ないです。なのでその時には結局自分にしか撮れない作品ができる可能性が高いです。だから撮影状況を選ぶ時にはそこもすごくまた重要なことになってます。基本的にみんなが避ける場所、みんなが避ける条件で実際に撮ってみると、みんなと違う写真はきっと撮れると思います。そしてロケを選ぶ時にはもう一つすごく技術的なことなんですけど、結局そのロケで撮影して、結局実際にモデルがそこに立つ場所あるかどうか、そしてもし自然光であればそれなんですけど、もしストロボを使おうと思えば実際にモデルがそこに立って、そして実際にストロボを置く場所があるかどうか。例えばめっちゃ狭い橋で撮影している時にはこんな感じね。これより狭い橋は、例えばこの撮影の橋で撮影している時には実際に橋の幅が確か1.5 メートル2メートルぐらいしかないです。そしてモデルさんが真ん中に立ったとしても、結局ストロボを置く場所がもうないです。ストロボを置く場所がきっと橋の横になったりします。だからそういう時は結構工夫しないといけないので、だからそういう場所で実際にライティングを置くのが難しいんです。で実際に例えばどんな場所を見てても自然光で普通に撮れるか、そしてストロボを置けるか、そこまでいつも見て撮影してます。あともう一つロケを選ぶすごく私の重要な条件が、そしてその条件で今までに一番よく使っているロケを自分で決めてます。でそのロケで結局いろんな種類の写真が撮れるロケを探すのが一番重要だと思います。例えば私が一番よく撮影しているスポットがいくつかあります。皆さんがご存知の通りに私のポートレート聖地は淀川ですね。そして竹田尾とかそういう場所でよく撮影してるんですけど、そこでよく撮影してる理由が、その場所でいろんな背景があります。いろんな風に背景と被写体をつなげることができます。いろんな種類の写真が撮れます。結構柔らかくて自然な写真も撮れるし、
すごくドラマチックな暗い写真も撮ることもできるし、水を使ったりすることもできるし、普通に緑を使うこともできるし、コンクリートな壁とかもいろいろあるロケなので、私からしたらすごく使いやすい、すごくいろんなイメージがそこで撮れてしまいます。なのでそういうロケを選ぶのが一番よくあります。よく撮影で使っている場所のロケはそういう場所をよく使っています。で、最後になりますが、もう一つすごく重要なこと、それは一番先のポイントとすごくつながっているけど、動画で始めた時にロケはどこでもいいですと話しましたよね。確かにロケはどこでもいいんです。どこでもいいです。本当にどこでもいいです。で、どこでもいい理由がもう一つあります。自分がカメラマンとしてなりたいイメージがあります。例えばいろんなロケ毎日撮影してるんですけど、で撮影すればするほど結局このロケはどういうふうに扱えばいいのか、だんだんいろんなイメージが頭の中に入ってきてます。そしてこういうロケでこういう写真が撮れるとか、こういう雨でこういう写真が撮れるとか、いろんなイメージがもう頭の中に入ってます。なので撮れば撮るほど結局ロケハンとかいらなくね。撮れば撮るほど、いろんなシチュエーションで撮れば撮るほど結局どこでも大丈夫になります。なので自分がカメラマンとして実際にどこでも撮れるようになりたい。例えばこの場所に入って、そしてこの場所を見るだけで最初の10秒だけで分析して、そしてその場所でどういう写真が撮れるかをすぐ想像できる能力が必要です、カメラマンとして。なのでロケはどこでもいいんです。なんでかというと、自分が撮れば撮るほど、撮影すればするほど、結局普通に撮影ロケを分析、どんなロケを分析すれば普通にどういうふうにそこでライティングを組めるかはすぐ分かる。そしてカメラマンとしては本当にどんな場所でも、例えば真っ暗な場所でも、めっちゃすごい雨が強いロケでも、めっちゃ明るいロケでも、めっちゃ太陽が上から来てるロケでも、結局そこで撮影できるためにどういうふうにどういう対策をすればいいのかはもう分かってます。なので実際にそこまでもう一回機材なしで行って、そこは撮れるかどうかを分析してみて、でもう一回行くのは結局もったいなくない。もし行くならもう普通に撮影してしまった方がまた普通にいい写真が撮れると思います。 OK、 皆さんはどんなロケを使うのが多いんですか？ぜひ下のコメント欄に入れてくれたら嬉しいです。 OK、 今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。そして普通に雨の話してたら雨が降ってきましたね。もし今日の動画が何か少しでも役に立つポイントがあれば、ぜひ下のグッドボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。そして何か意見とかコメントがあれば、ぜひ下のコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。で、もし初めて私のチャンネルを見てる方だったら、ぜひ下のチャンネル登録ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてまた次の動画で会いましょう。バイバイ。